ローウォーズファンの皆様、おはようございます。本日は金曜日ということで、ワクワクしながらヒーローウォーズにログインをしたところ、何のイベントも開催されていませんでした。なんやこれ？拍子抜けしたなぁ。このように、最近のイベント開催パターンは不規則になっているので、金曜日だからといって、必ずしも、週末恒例のイベントが開催されるというわけではないようです。そこで、明日以降のイベントを調べてみたところ、土曜日から3日間は、ペット系イベント、大嵐、が開催されることが判明しました。ちなみに、過去数回ほど開催された大嵐イベントにて、カーク信者の場合、できる限り早い段階で内周部に移動するようにしていましたが、明日のイベントからは、外周部を完全踏破してから内周部に移動する戦略に変更する予定です。この大嵐イベントの場合、外周部をしっかり踏破しないとボスを倒せないことが判明したので、明日のイベントでは、それを踏まえた上で、堅実にイベントマップを消化する計画です。このイベントで、過去に1回もボスを倒したことのない人って、そんなにいないんじゃないかな？あはは。視聴者プレゼントの話をするよー。さて、この動画チャンネル恒例の視聴者プレゼントですが、本日から応募の受付をスタートすることにしました。今回の視聴者プレゼントの応募締め切りは、9月21日、火曜日の午前11時となっていますので、大勢の方の応募をお待ちしています。なお、この動画チャンネルの視聴者プレゼントは、ヒーローウォーズ .com を遊戯されている人にしか、赤色の無料ギフトパッケージを送信できませんので、Facebook 版とモバイル版のプレイヤーが抽選に当選しても、商品を受け取れないことをご了承ください。前回の視聴者プレゼントでは、スキンストーンに当選した人から、いつになったらプレゼントが届くのですか？と質問されましたが、カーク信者側の手続きはすでに終了しています。それでも視聴者様に赤色のギフトボックスが届かないということは、その人が Facebook 版かモバイル版のゲーム ID で視聴者プレゼントに応募している可能性が濃厚です。この動画チャンネルの視聴者プレゼントは、ヒーローウォーズ .com を遊戯されている人を対象としているプレゼント企画なので、ご自身が遊戯されているヒーローウォーズのプラットフォームを確認してから、プレゼント企画に応募するようにしてください。タイタン戦早見表の話をするよー。このタイタン戦の早見表は、マックスパワー同士のタイタン戦を想定した一覧表になっていますが、必ずしもその条件以外で使えないというわけではありません。タイタンには、3種類の属性が存在し、それらは基本的に、3組の関係になっています。わかりやすく言えば、じゃんけんと同じシステムなので、タイタンには、得手不得手が存在するということです。育成途中のタイタン同士の戦闘であっても、この一覧表を参考にすることができるので、こういった法則性の存在をご存じなかった人は、ぜひ、このタイタン戦早見表を試してみてください。ただ、自分と対戦相手のトーテムのレベル差によっては、負けてしまうこともあるので、この一覧表通りに戦って負けるような場合は、トーテムの育成レベルで負けている可能性が濃厚になります。ベテランプレイヤーにとっては、あまり役に立つ資料と言えないかもしれませんが、遊戯歴が浅い人には、かなり有益な資料になると思いますので、ぜひ、動画の概要欄からダウンロードをして、今後のタイタン戦に活用してください。メインチーム5人のすべてのグリフが、レベル50に到達した話をするよー。ヒーローウォーズの遊戯を2020年6月からスタートして、ようやく、メインチームのグリフのレベルアップを終えることができました。視聴者様の中には、グリフのレベルアップで苦労されている人も大勢おられるはずですが、かなり活動的なギルドに所属している場合でも、1年以上の時間が必要になると思います。カーク信者の場合だと、一番最初に所属したギルドがあまり活動的でなかったことが災いし、1年4ヶ月を必要としましたが、最初から活動的なギルドに所属していれば、1年程度でレベル50に到達するはずです。
今後は、6人目、7人目のヒーローの育成にもグリフを使うことができるようになったので、グランドアリーナの順位も、少しずつ上昇するのではないかと期待しています。また、長期間放置しているアウトランドの攻略を再開できるようになったので、アウトランドコインを多く受け取れるようになるはずです。ご覧のように、カーク信者のアウトランド攻略は、未だに、レベル100、レベル130、レベル150で停滞しているありさまで、今後はこの攻略が進むにつれて、アウトランドコインの増収に期待できそうです。2年目を迎えても、この程度しかアウトランドの攻略ができないとは、想定外だったよ。さて、動画終了のお時間になりましたので、今回はここまでになります。では、最後になりますが、アウトランドの攻略が遅々として進んでいない人は、チャンネル登録を、ぜひ、よろしくお願いいたします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。